味になるんですか？これフランボワーズですね。おはようございます。朝が一番忙しいと思います。土日になるとデコの量とかが多くなるので、その時はちょっと全体的にバタバタして。全く平日と一緒なんやけど。ティラミスとメロン1個ずつね。塩キャラメル終わったの？は昨日のあるな。おはようございます。
いや、プラネットは仕込むだから朝より行かす。じゃあ午前中ザキ行かせるんで。メロンボールが始まると夏が始まったねって言われて、メロンボールが終わる時にはああ夏が終わるねってよくお客様に言われたんで、ちょっと風物詩的な商品にはなってるのかなと。はい。両替がなんか広くなってあった。パティシエ目指したのはやっぱりまあ小さいながらに自分が継ぎたいよっていう将来パティシエになりたいよっていうと祖父母がすごく喜んでくれたので、その当時からそういうことは言ってたんですけども、やっぱり目指すきっかけってなったのは高校の時に丸藤でバイトをさせてもらって、その時にやっぱり父の背中といいますか、やっぱり父がやってる姿を見て、特にクリスマスとか父が一言言うとケーキが急にでき始めて、サンドが始まってナッペができて、前にそれが何千個っていう数が急にできて、うわすごい仕事だな、かっこいいなと思って自分は目指すきっかけになりました。今あったみたいに今日から3日間、イベントになります。69周年祭、ね、69年やっぱり続いてきたっていうのは、本当にお客様のおかげです、ね、もちろん OB、OG のおかげもありますけども、やっぱり買ってくれるお客様がいるから、ね、お客様に感謝する日だと、やっぱり思います。お客様としっかりと会話をしてね、日頃の感謝の気持ちをしっかりお客様に、伝えてもらいたいなと、思います。はい。それでは元気になっていきましょう。はい、それでは今日も一日よろしくお願いいたします。お願いします。
ありがとうございます。さっき数増やす増やさない。それ昔からあるオーナーのケーキとで、まあ、下のところどころにも自分のケーキはあるんですけど、だからちょっと形が違うというか、なんかちょっと違う感じが、年齢層もオーナーの代のお客様であったりで最近のお客様もいますので、両方に楽しんでもらえるように、多分買いすぎちゃうと前のお客様が嫌がったりもすると思うので、そこはちょっとやっぱり考えながら。全部が全部自分のケーキにするんではなくて、やっぱり今まで売れてる商品であったり今まで積み上げてきたものを残しつつ、自分の色も出せたらいいなっていう形ですね。あと15分ね。お待たせいたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。いらっしゃいませ。本日は3日間周年祭をたくさん開催しております。そこまでどのくらいですか？1時間。かしこまりました。また手洗いいたしますから。他のやつ尻触ってもうちょっと、もうこの3ヶ月間はもうほぼメロンなんで、もう全部見極めて大きさからあと完熟具合とか、やっぱりそういうのはしっかり全員新人の時からみんなやっぱそこら辺の見極めができるようになってると思います。いらっしゃいませ。そうやっぱり熟したものを一応使うようにと、普通だったら皆さん12月から1月2月3月っていうのが忙しいんですけど、うちやっぱり6、7、8が売り上げが結構高い方なので、メロンボールのおかげかもしれないですね。
ゼリーになります。これが噂のメロンゼリーっていうのがあって、本当に捨てるのはもう種だけですね。残った周りの皮も表にあったメロンショートっていうショートケーキの土台にしたりして、なるべくもう本当に皮から果汁から全部使い切るようにしてます。いらっしゃいませ。ご来店ありがとうございます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ありがとうございました。
ございました。
毎日は食べないじゃないですか。ちょっと高価なものってイメージがあるんで、一粒300円がなんでこれ300円かかるのかっていうのを素材から厳選して選んだものでお作りするっていうのを心がけてます。シトゼンチョコレートももう20種類ぐらい各メーカーから取り寄せてますし、あと小松市の素材とか石川県の素材をメインに持ってきて、それと合わせたチョコレートっていうのをなるべく作るようにしてます。はい。Il revient, il s'en va n'importe où. Cherchez-le, il est loin. レモングラス。こっちじゃなくて？これバーベナ。レモンバーベナと。なんかあんまり香りがせんねんけど、でも香りは結構する。仲いいです。よくないですよ。見せてるだけで。仮面夫婦ですよ。騙されないでください。仲良くなりたいんやけど僕は。彼らにとっておじいちゃんおばあちゃんは長男も次男もケーキ屋になってもらいたいっていうか、この道に入ってもらいたいなと多分思ってたと思う。やっぱり喧嘩せんようにはどうしたらいいかなとか思いながらこの店が立ち上がったみたいな。夢のある仕事やと分かっていてもいざ自分らでやろうと思うと難しい部分があるんでね、大変かもしれない、彼らにとっても好きな仕事として仕事をしてくれてるんで、そんないいことはないかなと僕は思ってるし、自分らが後継ぐとか継がんとかっていうよりも彼らが生き生きとなんか仕事をしていってもらえればいいかなと思う、そうは思うけどね。では入ってて、こっちは今自動でテンパリングを。当然パティシエスタートでお菓子を作ってたんですけど、兄もケーキ自分もケーキやったらどうなんやろうって思って、でもともとそのパティシエの中での仕事でもチョコレート触る機会があったんで、チョコレートってすっごい面白いな、でもすっごい難しいなっていうのがあったんで、そこから興味が湧いてショコラティエっていうのもなってみようみたいな感じでスタートした。山いちご、自分が山に入って取ってきたいちごをブレンドしたソースにフランボワーズ、チョコレートクリームガナッシュです。
ポーツ選手とかがちょっとここで精神統一させるみたいな以降それも正確なんですけど、この機械壊れとったら全部違う。4個5個で、なんとなく癖持ってるの分かってるんで、この子はプラス2度高く出るとか、この子はちょっと1、2度低く出るねとかで、一番今信頼してるのはこの子ですチョコレートが適切なそのテンパリングが取れている状態を確認して作業しますし、こうやって確認しながら表面がだいたい20度になっているようにします。1回目の蓋をしてるんですけど、一番下にクッキー生地あるんで、穴だったりとか気泡が入りやすいこともあるんで、1回目仮で蓋して、で2回目この後コンシアです。デリケートな仕事をします。ボンボンショコラ1種類作るのに大体3日から4日が最低かかります。どんなお菓子でもチョコでもパンでも何も考えず食べて美味しいを作り出すには、僕ら作り手側はめちゃくちゃ考えてます。そこだけ伝われば嬉しいですね。お客様にはそんなこと考えずにシンプルに食べて楽しんでもらえればいいんですけど、すいません。すいません。すごく年季が入ってるんですけど、手のなじみがいい感じます。じゃあ次ブルーベイビー。表面がだいたい20度くらい。どんな時代になろうが手抜いたら終わりだと思うんで今の時代本当に美味しいものなんて腐るほど世の中にある中に、丸藤にしかできん価値の提供は本当に真剣に考えて、お菓子だけじゃなくて空間であったりとか、あとは一番僕ら大切にしてるんですけど、接客とか作れるだけが偉いんじゃないので、気持ちよくお客様にお買い物してもらえるようなことはやっぱしていきたいですね。ね。聞いてないからね。これが殺菌をしてるところです。
18度の室温の中で、まあ、大体15ぐらいになってくると外しても艶は残ります。川村さん、お店見ながらでお願いしますね。裏面がちゃんと綺麗に蓋できてるかが非常に大切になるんで。後でカットしますけど。これはブルーベリーの味なんで、ちょっとブルーベリーにその水滴がついたような。もう気持ち大きいっていうのは、でもまあ今とりあえずそれは OK ですね。でベーコン多いやったね。いけると思う。今最後のカレーパンです。どこで出す？
の駅やって大丈夫。これあとフィットシール貼って渡せばいい。まだ中身入れてない。袋だけ並べとくそれか上に。そうですね。で上から取って日付貼って渡す。焼いちゃいましたね。来ましたよ。ありがとうございます。気をつけてお帰りください。僕兄なんですけど、弟の方がもしかしたらしっかりしてるところもあるかもしれないので、僕が持ってないものを彼が持ってて、彼が持ってるものを僕が持ってない、よくね喧嘩もしたりもするんですけども、自分の奥さんがね間に入ってくれたりもして、まあけどやっぱり、どのスタッフよりも頼れるのは弟なので、はい、それはやっぱりすごく1人ではなくて2人っていうのは強みだとも思ってますし、僕が2人でやれば叶えれることもいっぱいあるのかなと思うんで、自分としてはすごく心強いなと思っております。はい、任せれるとこ、自分が例えばこうやって作ることに集中してる時は、まあ、あっちはあっちで自分がしっかりお店守ってくれるし、多少性格の違いとかはあれど、まあ、思いは多分一緒なんで、まあ、兄弟なんでそんな別に話すことなく目指す方向はお互いに理解してると思うので、あ、今こう思っとるんやろうなとか、自分がそういうこと考えとるんやったら、じゃあこういうことをしてあげた方がいいかなとかはやっぱ思いますね。ついてくれたんでね、本当に自分たちは幸せと思ってます。まあ、健康でそうやって楽しんでやってもらえればいいかなと思う。それで十分です。そう。父から教わってきたことが、技術であったりとかその思い出の中で大切にしてる部分って未だに長くずっとあって、父ならどう思うかなとか、でもそれプラス自分が習ってきたこととか、まあ、自分がやりたいことをこうプラスして表現して、お客様に喜んでもらえるような、まあ、チョコレートをこれから作っていこうかなとは思ってます。はい、芋掘り長者っていううちの人気商品であったり、夏のメロンボールっていうやっぱり、2大ヒット商品を、作ってるので、自分もやっぱりケーキ、で1種類、また焼き菓子で1種類、何か、丸藤といえばっていう商品を、今後開発できたらなと、思ってます。はい。
ぶどう使ってます。ロリエの飾り付けで。これもね、その人によってバラバラなんですよ。一緒じゃなくていいかなみたいな。やりやすいですけど難しいです。ブラックベリーがあったらブラックベリーも使うし、ない時はブドウを使うし、これ自由なんですよ。ベリー系のナパージュになります。これも花の指定がないんで、毎回来る花の色が違うんですよ。どのお菓子にどの色が合うのか、それも自由なので、その人の感性によるところが結構多いですね。
回やっていきこれ難しいな。フレンチとか行っても料理人が作るやつって料理に見えないぐらい綺麗じゃないですか。じゃあそれをタルトの上に表現しましょうよっていう、そういうのでやった。紅茶はお菓子にならないでオリジナル紅茶を作りました。あねえねえ、今ついてもらってる。
が焼き上がります。そうでウェディングケーキ打ち合わせとかデザートビュッフェとか全然違いますね。ケーキの中でもケーキの綺麗さ他のケーキ屋さんとはやっぱ全然違うのでスタイルであったりとかオーナーが自由な発想なところに惹かれましたね。
クアウトはできるんですけど、こちらで提供するのが一応旬のもの、その季節のもの。おすすめはこのやっぱりルージュ・アントワネットですね。お酒も大丈夫ですか？ケットはですね、フランス語で一応可愛いっていう意味があるんですけども、あんまり持たせたくなくて、短くて分かりやすい名前、誰でもすぐ言える名前にしようと思ってその名前に決めました。店舗が2つになりまして、ちょっと1人じゃどうにも大変だということで、こちらはこちらでシェフをやってくれる方いらっしゃったので、お願いして2人で考えてるという感じですかね。両店舗とももう今スタッフにいろいろお菓子を考えてもらってて、いずれは自分のフィルターを通すので、他の人の感性とか考え方とかそういうのを大事にしたいなと思って一緒に作ってるっていう感じですね。一言で言うとどんな店だと思いますか？タルトという分野を突き詰めたお店ですかね。あ、嘘ですよ。線の上にクッキーの生地を乗せて焼き上げて、カリカリの食感を出すためにこれを塗ってます。お水で霧吹きで吹くことでギュッと浮き上がらして、スープでパカッて割れるのが美味しく見えるんですけども、その割れやすくするために水を吹いてます。ごちそうさまでいただきます。焼き色と火の当たりを均一にするために前後と左右を入れ替えてます。お尻からクリームを入れるんで今穴を開けてます。入れすぎたりちょっと勢いよく絞りすぎるとパッて割れてしまうんで、優しくゆっくりと。からショートケーキのサンドをやっていきます。
でシロップを打つ方がいるんですけど、うちはもう打たずにそのまんま使ってます。今日はいちごのホールケーキは何個分作るんですか？今日はホールが15台少ない30から50台ぐらいは土日は作りますね。ショートケーキが本当一番人気なので、誕生日ケーキよく売ってます。クリスマスは5000台ぐらい作るんで、1台1分ぐらいでできます。これが1台2分とかかかっちゃうと、それだけでもう時間が倍かかっちゃう。これが早く。っていうのがフランス語で輪っかっていう意味なので、こうをつなげてこう輪っかにしてお菓子を通じて地域にこう輪を広げていきたいっていう思いで創業したお店なので。新メニューとかはどなたが考えるんですか？新メニューは基本僕が考えるんですけど、ものがあったりとかしたら誰でも作って OK な店です。で一緒に試作をして美味しいのができればお店に並ぶっていう感じです。生クリームとスポンジの配合にこだわってるんですけど、来た時に一緒になってつけるように設計して、生クリームを独自でブレンドして、あとはスポンジも普通にこう冷蔵庫に入れると硬くなるんですけど、硬くならないような特別な配合で作ってます。いちごもその時一番美味しいいちごをフルーツ屋さんが仕入れてきてくれるので、それを使って。キリがね、前から来ないとダメで、前はチップ。一番おすすめなので真ん中に。
ふわっと軽いスポンジみたいな食感がすごい美味しいので、あまりかけた後混ぜすぎないことと焼きすぎないことね。ミルフィーユのパイですね。ありがとうございます。火が取れてからクリームといちごとサンド。なんか春みたいです、すごく。そうですね。なんかチョコレートもそもそも咲くであろう桜の花びらっぽくて可愛らしい、ね。デザインじゃ変わったりするんですか？はい、時々その季節によってデザインが変わったりしますね。じゃあこれは今まさに春仕様なの？これ春仕様になってます。こんなところ私の足の小指とかをさ、骨折したくなったんだけどさ。40年このお仕事されて、はい、どうですか？楽しいっていう感覚とか。そうですね。好きじゃないと続かないとは思いますし、辛いなとかきついなってことはたくさん思ったことあるんですけど、思ったことは一度もないですね。逆に嬉しいことは？そうですね。お客様が食べたケーキを美味しいよって言ってくれた時は本当に一番嬉しいですね。いや、まだじゃないですか。
初個午後イラスト15センチ大丈夫ですか？はい。弱ショコラをしっかりおすすめして大学でるようにしたいなと思いましたのでお願いします。はい。爪チェックお願いします。はい。はい、OK です。はい。本日も一日よろしくお願いします。お願いします。日光のちょっと高級な卵を使ってまして、黄身が
一般の卵よりすごく濃くてオレンジっぽいというか黄身が濃いですね。それをスポンジにすると本当に卵の味がよく出て美味しいので、いい卵になってます。210。はい。これをやると出来上がったスポンジの口溶けがすごい滑らかでよくなります。ありがとうございます。
こう水分って下の方に沈みがちなんで、しっかり下からこう上に持ってくるような。私たちは季節感を大事にお店を作っております。旬のスイーツをぜひ食べていただきたいので、いつでもアノーに遊びに来てください。お願いします。お願いします。しますね。
おお、あ、いいですよ。行ったんですか。散々悩んでどうでもいい。何がしたいんだ。面白い。でもそのなんかはま寿司はあれなんですよ。なんかサイドメニューが豊富な気がします。あ、他にはない。たまに行きますね。あ、いいんだよ。どのぐらい食べました？あるんだ。そことあとじゃあ吉田さん。試したらいい。
厚木のお店でお世話になったんですよ。バイトしてた喫茶店のママさんが話をしてくれて、厚木に7年ぐらいいて、でその後フランスに行って戻ってきて東京で、そうですね、オープンした当初はカップケーキ屋さんだったんですよ。なんですけど、先代がこれダメだと思って、厚木の時ロールケーキがすごい売れてたので、それで、実績があるのでロールに切り替えたんですよね。なるほどな。最初はバニラとバニラチョコの2種類だったんですけど、意外と手間がかかってるので、もうちょっと生産性を上げたいっていうので、3種類目に作ったのがカラメルのロールなんですよ。セレクションがあるの。あ、いいのか。お土産にしたい、ギフトにしたいので、そうですね、冷蔵にしちゃうと使いづらいので。でバタークリームだと日持ちするって。そうですね、日持ちしますし、25度以下でしたら特に、気にせず、持ち歩けますね。多すぎるかな。
オムレット用ですね。これで種が。これは生クリームとサワークリームと砂糖とバターですね。
そうね。いらっしゃいませ。一緒にしてお送りしたいってことですよね。一緒でできます。大丈夫です。優しいです。こんないい人いるのかなってぐらいいい人です。いただきやすいし、やっぱなんかお菓子にも人柄が現れてるっていうか。はい、そうですね。いろいろやってなんかやっていちじくと、いちじくジャージ、シャイン、カシス、ライチとか。
ういうのって何ですか？あ、ずんだですね。あんともっと細かいのは枝豆そのものです。意外とかお休みあるんですか？そうですね。なくはない。ないじゃないですか。なくはないです。よもぎ。ありがとうございます。忘れ物がない。うまくいっていろいろできればなんかしょっぱいものもやりたいなとは思いますけどね。ホテルがコロナ禍で閉館になることになって自分実家継ぐ予定だったんですけどそのまま実家継いでしまうとただのコーヒー屋さんになってしまうので自分の持ってるものを何か活かせたらなと思ってそのコーヒー屋さんの支店としてこのお店を出したっていうかそのホテルの働いてたメンバーにも
なんか一緒に働ける場所を作れたらいいなと思ってこのお店をやったって感じです。そうですね、うちの人気メニューは、定番としてはやっぱりプリンとかシューとか、あとはモンブランが結構人気あったりして、乾燥させて、明日垂れないぐらい、ちょっと固めに、はい、もうちょっと立ててもいいかなっていうぐらいなんですけど、ちょっと混ぜたらたまに緩むことはあるので。大事ですよね。大事じゃないよ。アイヌの妖精で幸せと食べ物を運んできてくれる妖精って言われてるらしくて、美味しいケーキ提供することで心が温まってもらえるようなものを作りたいって気持ちでデザインしたやつですね。
クは割とこう中入りから中深って感じなんで、豆の酸味とかも結構出てるような感じの豆になります。シュー生地に今アーモンドクリームを絞ってます。今日は多分かってるかかってる。冷まさなきゃいけない。50度ぐらいまで上げて、40度から42度まで下げて、ちょっとバタークリーム熱すぎると溶けちゃうので、これはいかないです。あとはまたボンド入れたりしてクリーム。
3回目ぐらいかな。いつも美味しそうで悩んでます。でも前ロールケーキ買ったのかな。ね、美味しかった。どれもおすすめです。160円でございます。じゃあお品物こちらお待たせいたしました。ありがとうございます。バイバイ。ココアですね、カカオパウダーで、これがスイートチョコです。これですね。その時によってちょっと使い分けて、それもね、一緒か。そこに入れないと。いとこの子供がそういうのしたいってレギュラーになりつつある。大丈夫だな。外れとってめっちゃ怖いことになってる。だんだんおかしなことになってきてる。イケオジです。イケオジ。
絵みたいなこういう花で。もうシロップなんで。まだもうちょっと。シャバシャバとしたものがちょっとトロトロとして、でこのままだととろみついて焦げちゃうんで、常にそこを動かしてあげたりとか、あと周りもちょっとくっつくというか、なので周りも入れてあげて。強めについて焦げちゃうんで、少ないまだ大丈夫。だいたいしっかり混ざった。ちょっと最後のダマダマを取る感じで。終わりました。お時間が1時間以上変わる場合ございましたらお電話いただければと思います。お支払い額ですか、当日かお選びいただけますが。グラシアスっていう品種を使っていて、すごく日本人が思い浮かべる美味しいマンゴーってここかなっていうような品種ですね。できるだけたっぷり乗せておきます。作り方も
食材もあくまでもフランスの味を大事にしているので、やっぱこうフランスのザクッと硬いようなシュー生地っていうのは僕は好きなので。大体いいくらいですね。その時の湿度とかはどうしても僕らではコントロールできないので、卵の入る量っていうのがその時の乾燥具合によっても結構変わってくるので、最低限これだけ入るっていう卵の量は計算しておいて、プラスアルファはもうその時の職人の感覚っていうところを委ねてますね。で大体こう生地を垂らして落ちた時に三角形になるような硬さっていうのは大事にしてますね。こういうちょっとスッと落ちるような感じですね。バニラってこう調べていくと香りとかうまみ成分って実は鞘に入っていて種じゃないんですよね。これは鞘と種を両方ともペーストに一緒に混ぜて潰してくれてるので、より本当の意味でバニラが味わえるようなペーストになってますね。少しずつ入れていきます。これだけ食材の中に蒸気が入ってるんですよ、水分が。それを抜いてあげて、ここから焼いていくとカリカリになるんですよね。
このチョコレートはすごく保存性だったりツヤの問題で甘いので、できるだけ薄くかけないとケーキの味を変えちゃうので。出しといて。いや、そっちはいいよ。ずっといるやつがやっぱりしてるから。ちょっと少し放っておいて飛ばしていきます。手でいきます？あ、手でいいよ。カカオのパウダーと薄力粉とベーキングパウダーですね。ココアパウダーで香りを出してあげて、チョコレートで味を出してあげるっていうような、やっぱり焼き菓子にもしっかりとこだわったチョコレートを使ってあげて、なおかつチョコレートを使うとすごくしっとりしやすいので、香りも味もしっかりチョコレートを食べてるっていうのを分かっていただきたくて両方使ってますね。
まだ粉糖入ってないです。OK です。考えてますね。ありがたいですよ。まあやるのはしてないんですけど。どうしても茶葉だけだと出せない香りがあるので、これもしっかりといい茶葉をペースト化してもらって、これはジョコンドっていうアーモンドの生地なんですけど、この上にピスタチオのクリームを絞って、クグロフ型っていうちょっと変わった型があるんですけど、それのピスタチオのムースを乗せてケーキにしていきます。クグロフ型って言って普通焼き菓子に使う型なんですよ。フランスの伝統菓子で、それが僕は形的にすごく好きなので、ちょっと生菓子でも使いたいなと思ってちょっとムースでも使ってますね。
グラシアスっていう品種を使っていて、すごく日本人が思い浮かべる美味しいマンゴーってここかなっていうような品種ですね。できるだけたっぷり乗せておきます。美味しくてこうねっとり柔らかいマンゴーを使うんで、多少こう角が取れてきちゃうような感じになりますね。ココナッツの皮むいて中の白いところですねを軽くローストして細かく砕いたものですね。これはアールグレイのすごい凝縮ペーストですね。カスタードと生クリームを合わせてあるクリームですね。で、あとそこにアールグレイペーストが入ってる感じですね。どうしても生クリームだけだとボソボソして重たいので、そこにちょっとカスタード入れると滑らかに食べやすくなりますね。マスカットと房がつながっている部分って少し皮が硬かったりちょっと茶色くて渋かったりするので、本当になんかピュアなとこだけを使ってあげたいので、全てここは切り落とします。で、生で食べて美味しいなら生で使ってあげたいと思ってて、それで僕タルトを選んでいて、タルトだったら生のフルーツを乗せるだけで美味しいので、僕らは出しゃばっちゃダメで美味しいタルトだけ作ってあげてフルーツ主役でいてほしいよねみたいな、それが多分僕がフルーツと、あとそれを作ってくださってる農家さんに払える敬意だと思ってるので、フルーツと農家さんが主役の時期を作ってあげたいなと思って。つかないなくなるので、パキパキに、それで食感を楽しんでもらおうかなと。バターってついてるんですけど、バターではなくてカカオの油ですね。ホワイトチョコレートを合わせてあげて、ここに漬け込むと表面のパリッとした層が出来上がるんですよね。天然の色素だったりと、あとカカオバターと合わさってるので、すごくチョコレートと相性がいいやつですね。これは周りはフランス産のいちごのピューレと、あとフランス産のホワイトチョコレートを合わせて、作ったいちごのムースで、その中にうちで仕入れてるフレッシュないちごのジュレですね、コンポートが入ってるような感じなので、パキッとしてふわっとしたムースが来て、その後ドロッとジュレが出てくるような質感になりますね。もうすぐ質感がマットに固まり始めるんですね。これがパキッとする状態なので、飴細工とかチョコ細工でもいいかなって悩んだんですけど、なんかイチゴってこう葉っぱありきで可愛いって言われるじゃないですか、一応ルックスとしては。で、一応農家さんもそういう葉っぱが腐ってたりするともう出荷できないとか、こだわった中で出していただいている一つの食材だと思ってるので、葉っぱだけは本物使って飾ってあげようと思ったら、なんかそれがすごい人気だったみたいで。
クロワッサンと、あとパンオレザン、レーズンとカスタードが練り込んであるものと、あとチョコレートが練り込んであるパンオショコラですね。